皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？ついに7月になってしまいましたね。時間が経つのが本当に早すぎて、ちょっと怖いです。もう1年の半分が過ぎてしまいました。そしてですね、最近すごく暑いので、皆さんもお体に気をつけて毎日過ごしてくださいね。今日のポッドキャストで何についてお話ししていくかというと、今日は AI についてお話ししていきます。AI がどんどん進化してきている今の時代に外国語を勉強する理由はあるのか、そういうお話をしていきます。今日のトピックは私自身も何回も考えたことがあるし、皆さんの中でも考えたことがある方がたくさんいらっしゃると思います。なので、きっと皆さん最後まで楽しみながら聞いていってもらえると思うので、よかったら見ていってくれると嬉しいです。では、早速始めていきますね。まず最初にお話ししたいのが、私自身周りの人に翻訳機があるのに、なんで英語を勉強するの？なんでインドネシア語を勉強するの？なんで韓国語勉強するの？そんな風に言われたことがあります。皆さんの中でもきっと言われたことがある方いらっしゃると思うんですね。なんで日本語を勉強してるんですかって。翻訳機があるのに。そういう風に言われたことがある方、たくさんいらっしゃると思います。で、実際に私も AI はすごく便利なものだし、最近とっても進化してきてるし、本当に日本語を勉強する必要があるのか、外国語を勉強する必要があるのかって言われたら、正直わかりません。でも私が言いたいのは、私は勉強する必要がないとしても勉強します。これはもう絶対にです。で、今日はなんでそう思うかについてお話ししていきます。AI は正直便利です。翻訳機さえあればなんとかなります。ビジネスでも旅行でも正直なんとかなっちゃうんですね。でも本当にそれでいいのかっていう話ですね。私的には良くない。なんでかというと、旅行に行っても翻訳機ばっかり使ってたら楽しくないんですね、私は。実際に韓国旅行に行って、私は韓国語が全く話せなくて、すごく悲しかったです。店員さんが頑張って私に話しかけてくれても、私は全く理解できない。頑張ってすごく簡単な韓国語にしてくれたんだけど、それでも私は聞き取れなかったんですね。もう申し訳ないっていう気持ちもあるし、それだけじゃなくて、なんで韓国に来たのに、私は韓国語を話さずに翻訳機、スマホをずっと使ってるんだろう。目の前に人がいるのに、私に話しかけてくれてる人がいるのに、なんで私はスマホを見てるんだろう。そんな気持ちになったんですね。なんだか壁があるように感じる。目の前に人がいるのに一枚壁があって、それ以上には入れない。そんな感じがしたんですね。だから私はすごく悲しかったです。で、私はそのことに関してやっぱり嫌だなって思ったんですね。この壁をなくしたい。スマホっていうものを捨てて話したい。そう思ったんです。で、店員さんならまだしも、これが友達だったら、もっとそう感じますよね。
友達と例えば映画に行って、映画の後に何か感想、どう思ったかとか話すときに、全部こういうとこが面白くて、こういうとこが泣けて、こういう風に感じたっていうのを全部 Google 翻訳に日本語を打って、で、私がみんなに英語をこうやって見せたら、みんなはどんな気持ちになりますか？なんか寂しくないですか？一緒にいるのに、一緒に出かけてるのに、スマホがないと話せない。私はみんなにスマホがないと自分の気持ちを伝えられないんですね。私はすっごくそれは悲しいなって思う。私はそうなりたくないんですね。ちゃんと英語で伝えたい。インドネシア語で伝えたい。韓国語で伝えたい。だから私は AI があるから必要じゃないとしても勉強します。これがまず私の考え方。で、今の話を聞いて、別に友達と遊んでてもスマホをこうやって見せることに違和感を感じない。別にいいんじゃないって思う人は正直勉強しなくてもいいと思う。翻訳機でなんとかなると思う。でも、皆さんが少しでも違和感を感じたなら、絶対に勉強する価値はあると思います。日本語を使う機会が少ないとしても、少しでも誰かと日本語で話したい、友達と感情を共有したい、嬉しい、楽しい、幸せ、悲しい、寂しいとか、そういう感情を共有したいって思うなら、勉強する価値はあると思います。なんか私が思うのは AI を通して誰かと話すことっていうのはもちろん言葉は伝わります。言いたいことは伝わる。全部翻訳機があるから伝わるんだけど、でもそれ以上のこと、感情は伝わらないと思うんですね。感情が伝わったとしても共有できない。私は嬉しいんだっていう言葉を伝えられたとしても、タイムリーに同じ気持ちが返ってこないと思うんですね。どういうことかというと、例えば私の友達が英語で私にジョークを言ってきたとします。何か面白いことを言ってきたとします。でも私は理解できなくて、あ、ちょっとよくわからないからスマホで調べようとか、それってどういうことって聞いたら、そのジョークを言ってくれた人の楽しい、面白いっていう気持ちは、どんどん減っていくと思うんですね。私が調べたりしてる間に、その人の楽しいっていう気持ちはどんどんなくなっていく。だってジョークってその時に理解するから面白いみたいな感じじゃないですか。しかも逆に悲しいっていう気持ち。誰かが泣いてて、私の友達が泣いてて、私が話聞くよって言ったとして、その子が私に相談してくれても、私が理解できなかったら、あ、それってどういうこととか、Google 翻訳を通して、その子が言ってることを日本語に変えたら、きっとその子は、もう私には相談しないと思うんですね。私に話しても伝わらないから。私に韓国語で話しても、私は理解できないから、あ、それなら違う人に相談しよう。そういうふうに思っちゃうと思うんですね、その人たちは。だから、いくら AI が便利だとしても、AI がどれだけ進化したとしても、感情とかその時、全く同じ時間に感情を共有する同じ気持ちになるっていうのは、正直難しいと思うんですね。AI にはできないことだと思う。みんなの心があるからできることだと思うんですね。
AI 翻訳機っていうのは、みんなの言葉の代わりにはなったとしても、気持ちの心の代わりには絶対にならないと思う。私はそう思うんですね。私は前々から言ってるように映画が大好きで、日本語の字幕なしで映画を見たい、そんな風に思うことがよくあります。なんでかというと、どうしても英語から日本語に変えるときにニュアンスとかが少し変わっちゃう。私はそういうのがちょっと嫌なんですね。どうしても英語は英語のまま理解したい。韓国語は韓国語のまま理解したい。そういうふうに思うし、友達と話すときも、ちゃんとその人が言った言葉をその全く同じタイミングで理解して、同じように何かを感じたい。楽しいとか悲しいとか、そういう気持ちを一緒に感じたいんですね。目の前に人がいるんだから、その人の目を見て、その人の声を聞いて理解したいんですね。話したい。心の底からちゃんと話したい。なんか、目を見るんじゃなくて、スマホを見ながらとか、その人の声を聞くんじゃなくて、Google 翻訳を通して得た AI の声を聞くんじゃなくて、そんな風にするんじゃなくて、ちゃんと目の前にいる人の顔を見て、目を見て、目の前にいる人の声を聞きたいんですね。これが私が外国語を勉強する理由です。いくら AI が進化して便利なものになって必要がないって言われたとしても、私はやめない。なんか AI にはできないことがたくさんあると思うんです。人の感情を汲み取る。今どんなこと考えてるのかなとか、表情を見ながら、その人の目を見ながら、ジェスチャーを見ながら、そんなことを汲み取るっていうのは AI にはできないと私は思います。だからこれから先もっともっと AI は進化して本当に外国語を勉強するっていうことが必要がないって言われる時代になったとしても私はやめないです。絶対にやめない。これはもうここで宣言します。きっとこの動画を見てくれてる人は私と同じように少しでも思ったことがある方がたくさんいらっしゃると思います。そうじゃなかったら皆さん今もうここまで見てくれてないと思うし、私の YouTube なんかパッと閉じてしまってると思うんですね。でもここまで見てくれてるっていうことはきっと皆さんは少しでも同じようにちゃんと誰かの気持ちを汲み取って、誰かの感情をしっかり理解して、ちゃんと心の底から会話をしたい。そんな風に感じたことがある方だと思うんですね。だから皆さんはきっとこれから先も絶対に勉強を続けていけると私は思います。いくら AI が進化したとしても、私は皆さんに外国語の勉強を続けてほしいです。日本語の勉強を楽しいって思ってほしいなって思います。はい。今日話したことが私が AI について思うこと、最近感じることです。きっと同じように悩んでいる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、今日私がお話ししたことを聞いて、やっぱり頑張りたい、もっと勉強したい、そんな風に思ってくれていたらすごく嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。私はこれからも皆さんがもっともっと楽しく勉強できるようにいろんな動画を作っていくので、よかったらまた見ていってくれると嬉しいです。では皆さんいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。
では皆さん本当にありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。